本日は画像をプロンプトのように扱える拡張機能 IP アダプターを使ってみたので、使用方法やウェイト別の生成結果などを紹介したいと思います。画像をプロンプトのように扱えるってことは、イメージトゥイメージやレファレンスオンリーのようなものですかね。使ってみた感じだと、それらよりも自由度が高い感じで参考画像の特徴を色濃く反映できるようですよ。これはバチクソ神拡張機能の予感がしますよ。 IP アダプターの導入方法は概要欄をご覧くださいね。またコントロールネットは最新のバージョンにアップデートしておいてください。では早速 IP アダプターの使い方を一緒に見ていきましょう。ではまずテキストトゥイメージで IP アダプターを使用してみましょう。コントロールネットを開くと IP アダプターが表示されていると思います。それをクリックします。次に IP アダプターで使用するモデルを選択するのですが、 SD1.5 用と SDXL 用の2つのモデルがあるので、ご自身の環境に合わせて選択してくださいね。デフォルトでは SD1.5 用のモデルが選択されているみたいですね。このまま SD1.5 用でいってみましょうか。じゃあここのコントロールネットのドロップエリアに参考画像をぶち込んでください。そうですね。では手始めに豚を入れてみましょう。かわいいかわいい子豚ちゃんですよ。ではこの子豚ちゃんを参考画像としてプロンプトなしで画像を生成してみましょうか。はい、ジェネレート。なんかちょっと犬が入っているのだ。でも元画像をよく見るとかなりの再現度だと思いますよ。犬っぽく見えるのは微妙な違いに対する人間の感覚の鋭さがすごすぎるんだと思います。確かにプロンプトを入れないでこの画像が生成できているんですからね。では次にこの画像を参考にして生成してみましょう。これはプロンプトでは多分なかなか再現できない系の画像ですよ。骨女作ってた時のお気に入り画像です。では今度は品質系のプロンプトを入れて、元画像と同じ 700×800 くらいのサイズでハイレゾフィックスを適用し、コントロールウェイトを 0.2 から 2.0 までの間で生成してみましょう。アフターディテイラーは入れないので変な顔になったらごめんね。はい、ジェネレート。0.4 あたりから画像の特徴がいい感じに再現されてきている印象ですね。特徴的な背景の葉っぱも出現し始めていますね。参考画像の特徴を色濃く再現しながらアングルやポーズを変えていけるのはかなり使いどころがあると思いますよ。イメージトゥイメージで再現性が高い状態でポーズを変えようとすると結構無理がありますからね。これを使えばほぼ同一キャラでいろいろな画像を生成できそうですね。レファレンスオンリーは結構微妙でしたけど、こちらはかなり使えると思います。それとコントロールウェイトが高くなるとやはり破綻してきますね。まんまコピーならイメージトゥイメージでやればいいですから、高ウェイトはあまり使わないですかね。次はイメージトゥイメージで遊んでみましょうか。作者ページに載ってる使い方を見ると、参考画像に IP アダプターでの参考画像を融合するみたいな使い方があるので、先ほどの骨女と美少女と融合してみましょう。美少女をベースにしたいので、イメージトゥイメージのドロップエリアに美少女をぶち込みます。続いてコントロールネットを開いてドロップエリアにぶち込みたいのですが、最初は開いていないので、アップロードにゃにゃにゃほにゃららにチェックを入れてドロップエリアを出現させますよ。そうしましたら骨女をぶち込みます。先ほどと同様に品質系プロンプトだけ入れて生成してみますね。はい、ジェネレート。低ウェイトではいい感じに雰囲気が出てますね。骨女画像の白チュームのような色あせた世界観が程よく融合している感じがします。高ウェイトではなんか骨女に元画像が食われちゃってますかね。と思ったら元画像のデノイジングストレングスがデフォルトの 0.75 でした。影響してそうなのでちょっと下げて 0.5 にしてもう一回やってみますね。美少女がちょっとずつ骨女のつけているマスクを装着していっていますね。ちなみにこのマスクを違う画像に装着させること自体難易度高いですよ。 IP アダプターを使えば簡単に持ってこれそうですね。じゃあ次はアングルやポーズを変えられるのか検証してみますね。ではイメージトゥイメージでポーズやアングルを変えられるのか検証してみますね。イメージトゥイメージで IP アダプターを使う場面は画像と画像の融合とか
結構限定的ですよね。ポーズやアングルをここで変える必要もないかもですよね。例えば融合した画像でバチクソかっこいいキャラができたらテキストトゥイメージで仕上げるとか。そうですね。でもまあやってみましょう。イメージトゥイメージで元画像のポーズを変えたい場合はデノイジングストレングスを高めに持っていかないとならないかと思います。しかし元画像とかけ離れた画像になってしまいます。ですよね。その辺がどうなるか見てみたいですね。今回は元画像にこのクールな美少女を使いましょう。 YouTube くんが最近激おこですからね。参考画像には別の骨女を使いましょう。すんごい鮮やかですね。この鮮やかな要素がシックな元画像と融合するとどうなるかワクワクしますね。ついでにアフターディテイラーもかましていいですか？やはり顔が可愛くないとやる気が出ませんよね。アフターディテイラーをかますと顔部分が少し検証対象にならないかもしれないけど、前後でこんな感じですがどうでしょう？私も可愛い方が見ていて飽きないので OK ですよ。じゃあデノイジングストレングスを 0.45 から 0.85 までの設定でそれぞれコントロールウェイトを変化させてみましょう。プロンプトはこのような記述でいきましょう。ポーズは脇見せを指定するアームピッツを仕込みましょうか。はい、ジェネレート。デノイズ 0.45 だとコントロールウェイト 1.5 になんとか耐えられそうですかね。やってて思ったけど、低デノイズならコントロールウェイトは高め、高デノイズならコントロールウェイトは低めっていう関係ですよね。服装に骨女の和柄の模様が転写していますね。いいですね。左の画像は私的に奇跡の1枚ですよ。真ん中が脇見せ発動してますね。ああ、これはあれですね。元画像の手が残るから腕の数が増えちゃいますね。やはりデノイジングストレングスをかなり上げて元画像の痕跡を消す必要がありそうですね。そうなるとやはりテキストトゥイメージでいいじゃんってなりますね。イメージトゥイメージではオープンポーズも同様の結果でしたよ。姉様、クール美少女のクールな洋服にだけ骨女の和柄模様を転写させてみたいです。それならインペイントでいけそうですね。イメージトゥイメージのドロップエリア下部にあるインペイントボタンをクリックしてクール美少女の画像ごとインペイントへ送りましょう。そうしたら修正したい箇所を画面上をブラシで塗ることでマスクします。こんな感じで洋服だけマスクしてみましょう。オルトを押しながらマウスのホイールをくるくるするとズームできますよ。リセットは R キーです。設定のチェック項目がわからない場合は基本デフォルトで OK です。変更する箇所は1つ。生成画像のサイズを三角アイコンでドロップ画像のサイズと同期させます。ちなみにマスク部分以外を修正対象にしたい場合はマスクモードという項目をインペイントノットマスクルに変更してくださいね。パラメータの値はお好きなようにですよ。今回はデノイジングストレングスを 0.5 でコントロールウェイトを 0.6 から 1.4 で生成してみましょう。はい、ジェネレート。黒単色の服装だけに骨女の和柄模様がプリントされましたね。なるほどなるほど。和柄を転写させることが簡単にできますね。でも高ウェイトだとスカートの生地がレザーからサテンっぽく変化しちゃいました。そうですね。お祭りわっしょいな服装ができましたね。では次はテキストトゥイメージでキャラを固定して動かせるのかやってみましょうかね。じゃあキャロッチを使って検証しようなのだ。今度はテキストトゥイメージでポーズやアングルのプロンプトを入れて要素を反映させたままでキャラを動かせるのか見てみましょう。イメージトゥイメージの場合はデノイジングストレングスを上げればポーズやアングルをある程度変えられるのですが参考画像と別物になっちゃいますからね。これができればいろいろなキャラを生成できちゃいますね。もちろんテキストトゥイメージならオープンポーズで狙ったポーズを生成できますよ。あくまで面倒なのでプロンプトでいけないかなということで試してみますよ。ではキャロラインの羽をむしった画像を IP アダプターにぶち込んで虫みたいに言うな。プロンプトには先ほどと同様に品質とネガティブ、あとはワンガール、それにポーズとアングルのプロンプトを付け加えてみましょう。固定じゃつまらないからワイルドカードでポーズとアングルをランダムで入れますね。あとモデルもアニメ系に差し替えますよ。私がどんな美少女に生まれ変わるのか楽しみですよ。はい、ジェネレート。
いやいや、これやばないですか？キャラの特徴とか一切プロンプトで指定していないのに、私の服装とか8割くらい再現してますよね。しかもポーズもアングルも変更し放題じゃないですか。バチクソ楽しいんですけど。使用モデルのバージョンが違うからか顔はちょっと違いますね。完コピされても困るのだよね様。コントロールウェイトが低い方がプロンプトの効果が反映されやすいようですね。高くなるにつれ参考画像に引っ張られる傾向にあるようです。ポーズもアングルも変わらなくなっていきますね。低ウェイトでの運用が基本となりそうですね。ところで画像をプロンプト代わりにしているとのことですが、プロンプトでさらに補強したらどうなりますかね。やってみましょうか。ではタガーでキャラの要素を抜き出して追加してみましょう。はい、ジェネレート。完コピじゃないですか。これは素晴らしいです。コントロールウェイトを低めに設定して、ある程度プロンプトで保管してあげれば、ほぼ同一キャラでいろいろな画像を生成できますね。やはり再現度はレファレンスオンリーよりだいぶ上ですよね。この拡張機能 IP アダプターを使えば、好きなキャラをローラなしで結構な再現度で生成することができると思われます。一軍入り確定ですね。それでは今日はこの辺で、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おいおい、おいらの出番はまだなのかい？なめてんのかい？ずんだ餅うっさいのだ。